皆さん、こんにちは。陽介です。今回のテーマは、私の朝の習慣です。YouTube や本で朝の過ごし方が大事という話をよく聞きますよね。最近少し朝の活動ができていなかったのですが、樺沢紫音さんの本をオーディブルで聞いて大きな気づきがありました。樺沢さんは日本でベストセラー本をいくつも出している精神科医で、脳の健康やメンタルケアの分野での専門家です。そのアドバイスをもとに、私の朝のルーティーンも少し変わり、習慣化できてきましたので、今日はそのお話をシェアしていきますね。朝のルーティーンを見直そうと思ったきっかけは、多くの成功者が朝のルーティーンを大事にしていると目にしたからです。樺沢さんの著書、行動最適化大全で、具体的なルーティーンの確立の仕方を紹介していて、私も真似できるなと感じ、見直すことにしました。ここでちょっと余談ですが、オーディブルは本当におすすめです。月額1500円で聞き放題なので、忙しくて本を読む時間が取れない人でも、耳で本を聞けるのが魅力です。移動中やちょっとした家事の合間にも聞けるので、手が塞がっていても学べるのがいいなと思ってます。対応している言語はまだ少ないですが、日本語や英語の本も充実しています。私も料理中や子供の送迎中にオーディブルを活用していて、これが本当に助かっています。まだ試したことがない方は、ぜひ試してみてくださいね。では、ここから私が実際にやっている朝のルーティーンを紹介します。まず、起きる時間は5時半に起きるようにしています。毎朝5時半に起きるためには、前の晩の準備が大切です。特に10時から11時には寝るようにしています。夜更かしすると朝が辛くなるので、これはもう鉄則ですね。そして、お酒を飲まないことも大事です。お酒を飲むと睡眠の質が下がるので、翌朝に疲れが残ってしまうんですよね。だから、お酒を控えて、代わりに炭酸水を飲むようにしています。昔は毎日飲んでいたのですが、毎日飲むのをやめてみると、朝早く起きれて快適ですよ。また、寝る前にはお風呂に入ることも欠かせません。お風呂に入り、湯船に浸かることで、体の芯から温まり、リラックスできます。体温が上がった後、少し冷めるときに眠気が来るので、ちょうど良いタイミングでぐっすり眠れるんです。この夜のリラックス時間が朝の良いスタートを切るための秘訣です。毎朝5時半に起きて、まずやることはうがいです。
寝ている間、口の中には細菌がたくさん溜まっているので、まずはそれを流してすっきりさせます。その後、コップ一杯の水を飲みます。人間は寝ている間におよそコップ一杯分の汗をかいていると言われています。このため私たちは思っている以上に水分を失っています。体内の水分が減ると血液がドロドロになり、脳や体の動きも鈍くなってしまいます。朝一番の水分補給で体を目覚めさせ、血液をサラサラにするのがポイントだそうです。はい、ここでオノマトペの説明をしておきますね。ドロドロというのは液体や物がとても濃くて粘り気があり、流れにくい状態を表し、一方でサラサラというのは液体や物が軽くて流れやすく滑らかな状態を表します。例えば濃いスープや泥のようなものがドロドロ、水や風になびく髪の毛はサラサラと表されることがあります。ぜひ覚えておいてください。朝起きたらすぐに水を飲み、血液をサラサラにさせましょう。この水は氷を入れると体を冷やしてしまうため、常温もしくは白湯がおすすめです。しっかり目覚めるためにコーヒーを飲む方もいるかと思いますが、コーヒーには利尿作用、つまりおしっこが出やすくなる作用があり、さらに水分が失われてしまうため、起床直後はコーヒーを飲まない方が良いと言われています。だからこそ、コップ一杯の水で体の水分バランスを整えることが必要なんです。次は朝の散歩です。毎朝10分の散歩をするようにしています。外に出て太陽の光を浴びることで体内時計がリセットされるそうです。確かに少し眠くても外に出て歩くと目が覚めてくることを実感します。何より朝の空気は気持ちがいいんですよね。本当は15分から20分くらいが理想的なんですが、私は続けることを優先して10分だけにしています。それでも効果はしっかり感じられます。たった5分でもセロトニンという幸せホルモンが分泌されて気分が明るくなるそうですよ。朝からリフレッシュできて一日のスタートが気持ちよくなります。散歩の後は10分間の瞑想タイムです。ヨガマットを広げ、目を閉じて座り、ゆっくり深呼吸を繰り返します。この時間が心を落ち着かせるのにとてもいいんです。瞑想をすることで頭の中が整理され、その日のやるべきことが明確になります。朝からクリアな気持ちでスタートするのは大切ですよね。
瞑想の後は A4 の紙に書き出しをします。まずは昨日の感謝と反省を書き出すんです。これをやることで昨日の自分を振り返り、今日はどう行動すべきかを考える時間が持てます。そして今日何ができたら最高かという問いを自分に投げかけ、それに基づいて今日のタスクを書き出します。このプロセスで一日の計画がしっかり立てられます。その後は英語のシャドーイングを30分間行います。今はシャドテンという日本の英語学習サービスを使っています。録音した自分の音声を提出すると、毎日フィードバックがもらえるんです。自分では気づけない発音のミスや、どうすればもっと自然に話せるかを指導してくれるので、とても助かっています。発音が改善されると、リスニング力も向上するので、一石二鳥ですね。シャドーイングは、ただ真似するだけではなく、フィードバックをもらいながら改善していくのがポイントです。とにかく続けることが大事だと思うので、必ず続けていきたいと思います。次は娘の送迎です。ここでもちょっとした工夫を取り入れています。車の中では英語のリスニング教材やオーディブルを流して耳からの学びを続けています。移動時間をただの移動時間にしないのがポイントです。また、毎週木曜日は娘のためにお弁当作りをしないといけません。妻が卵焼き担当で、私は果物を剥いたり、おにぎりを作ったりします。家族で役割分担をして、朝の時間を楽しんでいます。娘はお弁当を毎回完食して帰ってくるので、親としてはとても嬉しいです。送迎が終わったら、ちょっとしたリラックスタイムを取ります。コーヒーを飲んで、ほっと一息つくんです。その後、10時からはフィリピンの友人と英会話の時間です。正直、仕事や動画の作成が忙しいときは、スキップしてしまうこともあるんですが、それでもかれこれ4年くらい続けています。今まではあまり本格的に英語学習をできてはいなかったものの、毎日少しでも英語に触れているおかげで、ある程度の会話力は保たれている気がします。語学学習は1日10分でも触れる時間を作ることが大事と言われていますから、全く英語に触れない日を作らないことがポイントですね。日本語学習も同じだと思います。英会話が終わったら11時から再び集中モードに入ります。ここから昼ご飯の時間までの約1時間は動画のテーマや原稿を考える大事な時間です。アイデアを練ったり、次に何を伝えたいかを
考えたりするクリエイティブな作業に充てます。集中力が必要なので、デスクを整えて頭の中を整理しながら取り組んでいます。11時からの集中タイムが終わったら、12時に昼食をとります。昼食はシンプルに味噌汁、納豆、キムチ、玄米の組み合わせ。これ、見た目は地味かもしれませんが、栄養バランスが抜群なんです。特に発酵食品の納豆やキムチは腸内環境を整える効果があります。玄米は白米に比べてビタミンやミネラルが豊富なので健康にいいです。また、これだけだと少し寂しいので、豚肉や野菜を炒めてボリュームをプラスすることもあります。昼食は午後の活動に備えてエネルギーをしっかり蓄える大事な時間です。以上が私の朝のルーティンです。毎朝少しの工夫をするだけで一日全体の気分やパフォーマンスが本当に変わります。大事なのは続けることだと思ってます。自分に合ったペースで無理なく取り入れて少しでも生活を改善していきましょう。それではこれからも最高の一日を過ごしていきましょう。はい、お疲れ様でした。毎週月曜日、水曜日、土曜日に動画を更新していますので、この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、高評価、友人へのシェアをよろしくお願いします。コメントもいただけるととても励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。